石畳のパン屋の武藤優子です。寄り道した途中のこの内子町石畳の美しい景観に惹かれて引っ越してきて、もう18年ぐらいになるんですけど、田村さんがパン入れてる姿見てて、私もこんな人になりたいってすごく思ったんですね。お母さんみたいなパン屋さんになりたいです。もうここだからできるパン作りってなんだろうってもう一度原点に立った時に、人ができる最後の魂を吹き込む瞬間なのかなって、それが最後の祈りみたいな。パンを介して人と人がつながって、ああなんだか幸せだなって。今日山ぶどうと柑橘っていうパンを作るんですけど、これあとレモンといよかんのピールです。これも香りがいいでしょう。群馬県出身でずっと夢見てきた田舎でパン屋さんをやるっていうのを7年ぐらい前からちょこっとずつ始めることができて、今は念願の巻き窯を作って、で、自家製工房でパン焼きをしています。お水はその地下水のお水を使ってるのですごくまろやかですね。匂いが本当にしないっていうのはいいですよね。それが当たり前なんだなっていう。パン屋さんをやる前は管理栄養士、学校とか老人施設とか病院とかで給食の献立を作ったりとか栄養指導をしたりとかをやってました。粉に水を吸わせた後に今度酵母を加えます。もともとは小麦と水を足して発酵させたやつを50年ぐらいずっと継ぎ足してて、これ蓋を取って、これ何ですか？これグラっていうんですけど、これを下に薪を入れて、で燃えた炎がこのグラを通ってこう炎がボーって出てくるんですよ。自分で小さい自家製工房のパン作りから始めて、大きいガスオーブンを買おうかなってなった時に、せっかくこの環境でガスオーブン買うっていうのはなんかちょっと違うなって思って、もうここだからできるパン作りってなんだろうってもう一度原点に立った時に、ここの資源を使うことが一番じゃないかなって思って、で、ここの資源を木をね、薪を使うことで一番最初にこの地域が素敵だなって思ったこの景色を守ることができるっていうことに気づいて、で薪窯を作ろうって思ったんです。ブリオッシュの
BGM がいっぱいあって音楽かけないんです。だからいろいろ鳥は鳴いてるし、でこれから暑くなってきたらセミもすごいし。あ、はい、行ってらっしゃい。あ、こんにちは。こんにちは。全校生徒は9人です。全校でもすごくなんかファミリーな感じのね、学校で楽しいって言いながら通ってますよ。そう、レモン色なんですよ。ちょっと黄色が薄いでしょ。これ同じ内子町の向こう側の山で鶏を育ててる方の卵なんですけど、いきます。師匠はドリアンの田村さんです。ドリアンさんのホームページを見てたら研修生を募集してたんですね。でもう住み込みで勉強させてくれるって書いてあったから、でそれに応募したんですよ。で応募したら落ちちゃってでそれで落ちちゃったけど、でも諦めきれなくって、で田村さんの巻き釜にパン入れてる姿がすごくかっこよくって、私もこんな人になりたいってすごく思ったんですね。見学させてもらった後に家帰ってきて、もう何回考えてもやっぱりああいうパン焼きをやりたいって思って、しばらくしてから研修生落ちちゃったけど、こっちで巻き釜作りをやってみたいですって言ったんですよ。そしたらやめた方がいいって言われて、そう田村さんが巻き釜やめた方がいいよって大変だからやめた方がいいよって言われて、で私パン屋さんの経験もないし諦める、そういうふうに言ってくれたんだけど、私の中で諦める理由が見つからなくてでまた田村さんに言ってじゃあもう巻き釜教えますって言ってくれて、それで設計図を書いてもらったんです。でも今考えてみるとやっぱりやめた方がいいって言って正解だなと思って、そのパン学校だったらちゃんとこう段階を追って巻き釜作りまでね教えてもらうと思うんですけど、もう私設計図と作り方をちょっともらっただけで始めたから、下手したら崩れちゃったりとか火事になったりとか、そういう危険性を考えたら簡単にこうね作っていいよって言って渡すのも無責任だなって思って、自分が作り終わってパン焼き始めて、なんか田村さんのその言ったバックグラウンドとかもなんか改めて納得って思ったんですけど、これは生地に弾力を出してあげるのと、あと新しい空気をこう含ませて発酵を促してあげる作業ですね。薪は全部この地域の山から切り出して持ってきました。主人がこっちに移住してきてからずっと茶道用の炭焼きをやってます。それで木を必要としているので、お茶を立てる茶道のそのお湯を沸かす専用の炭っていうのがあって、炭焼きのために薪が必要で、炭の規格が厳しいので使えない木っていうのがいっぱい出てくるんですね。でそれを原木しいたけに使ったりもするんですけど、それでもまだたくさん余るので、生活で薪ストーブと給湯とお風呂と使ってるんですけど、それでもまだ薪が余るので残りは全部石窯の燃料として使ってます。
よし。これはカンパーニュの生地です。ちょっと今日は発酵があんまりいってないからちょっと置いといて、少しふんわりしたら冷蔵庫に入れようかなって感じですね。よいしょ。でもどこのパン屋さんもそうじゃないですか。パン生地ってなんか触ったら幸せになれそうな感じがしますよね。うち酵母のことを酵母ちゃんって呼んでるんですけど、娘がいつも酵母ちゃん触りたいってよく言ってます。家族なのかな、相棒なのかな。もうその菌たちがいなかったらパン作れないしね。まあまた新しい相棒を見つければいいのかもしれないけど、やっぱりそこにその自分の育ててきた酵母に愛情というか愛着が湧くから、絶やしたら寂しいなっていうのがあるから、1週間に1回めんどくさいと思う時でもやっぱり気になって新しい粉と水を加えちゃうんですよね。じゃあ全部もう上の方に入ってるだけでもね嬉しいし。規格が厳しくて、でこの割れ目が菊の模様みたいに見えるから菊摘みって呼ばれてます。ここがちょっと皮がこう浮いちゃってたりとかしたらダメだし、結構厳しいです。こっち側は綺麗にできてても反対側がダメだったりしたらもうお兄ちゃんの方が上手。そうだね。日曜日に弁当だよ。あ、そうか。だから電池止まない。あ、そう。風。そうだよ。焼く人がすごい。ちょっと待って、入れてから。火つけていきますね。何度残ってるかな。
87度。火炊いてる時にもう10分おきにこう薪をくべてぐら動かしてっていう作業があるから、その間に本読んだりとかコーヒー飲んだり、そうだからいつも朝来たら夜間セットしてで沸いたらコーヒーを飲むっていういい時間なんです。10分おきに3時間ぐらいをずっと続けていくので、火がやっぱり奥の方まで届かないと室内が温まらないので、常にグラから出る炎の勢いを保っておきたいので、そうするとだいたい10分おきぐらいに薪をくべ直すっていう感じですね。窯の温度は最終的に300度ちょっと超えるぐらい、310度ぐらいあったら余裕持って窯入れができる感じですね。これは作業日記です。何を何個作るとか書いて、4時半に着火したからで、こういうシンプルなパンだと自分で何かをしないといけないじゃないですか。もう完成はされてないから、私のパンとその食べる人が何かを組み合わせて新しい味を作るみたいになるから、だからイメージは白ご飯ですよ。それだけで美味しいと思ってそればっかり食べないじゃないですか、ご飯って。そのおかずたちの美味しいおかずたちのベースになる存在感はそんなになくてもこう溶け込むような。おはよう。頑張って、目覚まして。これから水泳です。水泳の朝練にまだ6時半だよ。7時から
めちゃくちゃ朝早いです。パンは車で食べるの？はい、朝ごはんです。さすがにお腹すくんで。結構でも発酵してるな。大丈夫っぽい。あ、これが今度グラをのけた後にこの蓋をはめ込みます。でこの水を入れたのはこの蓋をした時に水が蒸発して釜の中をちょっと湿気を保ってパンの保湿をさせるために入れています。これグラ何キロあるんですか20キロぐらいありますね。熱々だから命がけな感じです。よし、そしたらエクビオンやります。エクビオン。はい。エクビオンって何ですか？釜の中をモップがけして灰をお掃除します。
が下がらないうちに全部入れたいですね。その温度が下がらないうちに入れなきゃいけないっていうのは、大きいパン入れるから温度が足りなかったら中まで焼けなかったり、表面の美味しそうな焼き色もつかないっていうこともありえるし、でこの後もう1回分入れるんですよ。2番窯の時の温度が足りてなかったら2番目に窯入れしたパンがなかなか焼けなかったりとかしちゃうので、だから一番最初に入れるパンってすごい緊張します。それまでの経験とかも技術とかもあるけど、運任せなところもあるし、やっぱりそのパンの発酵だったり窯の温度の上がり方、薪の乾燥具合とか、いろんなことの組み合わせからパンっていう新たな命みたいのが出てくるから、一番人ができる最後の魂を吹き込む瞬間なのかなって思いますね。それが最後の祈りみたいな感じなのかもしれない。あとは相棒の窯よろしくみたいな感じで入って、もう出てくる次窯を開ける瞬間の誕生を待つしかないから、みんな最後は祈りを込めてるから人が変わったように相当集中してやってるんじゃないかなって思いますね。最後この待ってる時間、何が出てくるかわからないっていう時間がハラハラするけど、すごい期待の時間ですよね。痛みを伴いながらも期待でいっぱいの時の緊張感みたいな。お母さんみたいなパン屋さんになりたいです。パン屋さんになるんだったら、ドイツとかね、外国のパン屋さんをいろいろ見てきてって言ってるんですけど、結構自分がやる気でいるみたいで、子供たちのおむつはお母さん変えといてねって言うんです。私パン屋行くからって言ってパン焼きのスタイルは多分変わらないかなと思っていて、でパンはやっぱりご飯みたいにどんな食材とも合わせられる素朴なパンをずっと焼いていきたくて、でパン屋としてはこのパンを介していろんな人とつながることができて、でそのつながった人たちが
食べても美味しいし、そのパンのつながりで楽しい気持ちにもなったりして、ああなんだか幸せだなってほんわり思ってもらえたらいいなと思って、それをおばあちゃんになっても続けていきたいなって思います。